ハーレー・ダビッドソン1940年式の UL ですね。これは僕お世話になってるバイク屋さんが、岐阜の各務原にあるサイラモーターサイクルっていうとこなんですけど、そこのオーナー堀場さんが2台一緒に作ってたんですよ。アデーの時に一緒にいたピンクイ UL なんですけど、それを夫婦で作ってて、で自分用にこの青い UL を作ってて、ピンクい方は堀場さんの奥さんが乗る予定で夫婦で作ってたんですけど、僕がこれを完成したタイミングで売ってくれっつって、そういういきさつで、結構こういうモールディングのバイクってなかなかないんですよね。でサバイバーかってよく言われるんですけど、日本で作ってますこれは。でもそれってそのオーナーの方がもともと作ってたやつを夫婦で乗ろうとしてたやつを横取りじゃないけどそんな感じですね。はい、言ったわけですよね。それってやっぱりもともとそういうこのバイクにこのレールに乗りたいっていう思い入れがあったのか、それともなんか一目惚れ的なところがあったのか、その辺なんかこだわりとかってあったんですか？これの前に WL って分かりますか？これは1200なんですけど、750の小さいベビーツインっていうサイドバルブがあるんですけど、そっちには乗ってて、で、それももう手放しちゃったんですけど、サイドバルブの乗り味っていうのが、やっぱりずっと好きで、いつかビッグツインのサイドバルブ UL とかですね乗りたいなと思ってたタイミングがあって、で、サイラのバイクに僕乗ってたんで、ショベルに、何回か通ってるんですけど、何回かっていうかずっと通ってるんですけど、ですげえ嫌がるだろうな、売ってって言ったら思ってたんですけど、やっぱ案の定ダメだって言われてで何度か交渉して、しぶしぶ譲ってもらったっていうか、奪い取った感じなんですけど、いまだに返せ返せって言われますけどね。なんかね独特なんですよね、エンジンのフィーリングが、サイドバルブって。なんかやっぱショベルとかパンチのある感じじゃないんですけど、なんか癖になるというか。具体的にはなんか説明できたなんかね、これねなかなか難しいんですけど、ゴーカートあるじゃないですか。そんなにめちゃめちゃ速いゴーカートじゃなくて、なんか子供と行く交通公園のゴーカートみたいなの、あれに乗ってる感覚になんか近い、僕はね。なんか牧歌的ってよく言われるんですけど、なんかのどかな感じ、荒々しさはないんですけど、特にスプロケットの波数もかなり高速寄りにしてあるんで、出だしもすごいもそもそもそっていう立ち上がりというか、速度乗ってくると結構逆に回さないと走っていかないので、峠道とか入ると回転数をいかに落とさずにコーナー曲がっていくかみたいな。
さっき乗ってたのがトライアンフの1982年式ぐらいかな TR65 っていうモデルなんですけど、あれはもう10年近くかな。なんかちょこちょこカスタムして乗ってます。でもう一つは2003年式のダイナ FXD ですね。この間まで乗ってたのは何でしたっけ？今売っちゃいましたけど。マッハですか。マッハ、マッハはね、まだ売ってくれた人、うちの取引先のサムズっていうブランドのバイク屋さんなんですけど、まだちょっと言えてなくてせっかく譲ってもらったから、1年半ぐらい乗ってたんですけど、なるほどね。その人に直接言う前に動画出しちゃうと、ちょっと角が立つ可能性がありますね。まあ多分怒んないとは思うんですけど、でもそれバイク屋さんから買ってるわけですよ。はいはいはい。それもでもね、サムズってハーレー屋さんなんですよ。でだけど川崎すごい好きで、川崎はなんか自分用に、何台か持ってる方で、その1台を、ずっとマッハ乗ってみたくって譲ってもらった、それもすごい「っつって言ってたけどそれもぶんどっちゃったんだいろんなバイクあんまり割と柔軟に乗ってるようなイメージがあって、その辺ってなんか背景になんか思いがあるのか、いやそれとも単純にかっこいいバイクがたまたまそれだったっていう感じなのか、それってなんかあるんですか？僕ね、やっぱバイク全般が好きなんですよね。そう特別古くなきゃいけないっていうのもないし、新しいのは新しいので好きだし、国産も好きだし、暴走族のバイクも好きだし、もともとはハーレーどっちかっていうとアンチな感じだったんですよ。なんか僕走るのがすごい好きなんで、遅そうじゃないですかハーレーってなんかね、やっぱ峠を軽快に走るトライアンフとか、カフェレーサーとかロッカーズの文化から入ってきてるんで、昔最初にトライアンフ買った時にそれをどんどん速くしてこうって T140 ってモデルなんですけど、キャブレターツインで、FCR を2連で入れたりとかで、なんか変な、今思うと何やってんだろうと思うんですけど、カーカーのレンコンマフラー入れたりとか、ホワイトパワーのサス入れたりとか、結構カリッカリにチューンして峠とか走ってて、である時これ別にトライアンフじゃなくてもいいんじゃないかなって思って、そこからね結構ねもうただの走り屋になってっちゃうんですよね。でモタードっていうのを始めて、でサーキットをしばらく走るようになって、その辺で今のお店の感じと全然仕事の内容もちょっと変わってたんで、なんかバイク乗る時はつなぎだったし、でサーキットで結構怪我したりとか、入院も手術もいろいろ救急車も乗ったし、で子供生まれて、そういうレースとかサーキットっていうのはやめて、でその時にたまたま自分が乗ってた車両をスポーツスターと交換したいっていう人がいて、なんかハーレーって乗ったことないけどスポーツスター面白そうだなって、でそこからハーレー、それは1200か、スポーツスター 1200C ってやつなんですけど、乗ってみたら面白かって、でなんだかんだで今に至る感じかな。
まで、なんか本当に車検も取らないぐらいのスパンで結構変わってくるんで、なんか車両変わりすぎだろうってよく言われるんですけど、なんか本当昔買ったバイクをずっと大事に相棒みたいにずっと乗ってる人に憧れるんですよ。だけどなんだろうな、別に飽きちゃうわけじゃないんですよ。本が好きな人ってたくさん本を読みたいわけじゃないですか。いろんな本を読みたい、その感覚に近いのかもしれないんですけど、映画好きな人もそうだし、レコード集める人も、違うかな。バイクもね、無限に増やせるならどんだけでも持ってたいんですけど、現実的にやっぱりこう回していかないと買えないし、いろいろ後ろ髪引かれながら売ったり買ったりは続いてる感じですけど、まだなんか乗ったことないバイクっていっぱいね、当然いっぱいあるから、まだまだ乗ってみたいバイクもいっぱいあるし、トライアンフでいうと別体にまだ僕乗ったことないんで、別体に乗りたいですね。50年代とかの。お店は今22年目ですね。18で、高校出てから名古屋の服屋さんに入って、そこで2店舗移ったんですけど、3年間アパレルは下積みをしましたね。で21の時にもうなんか自分でできる気がするぞって思って、でもお金がないから一旦アパレルから離れて、コカ・コーラの自販機をこうガチャガチャ詰める、あれを2年間やってお金を貯めて、で23で始めました。始めた時はさっき話したんですけど、僕ハーレーとかあんまり好きじゃなくてトライアンフに乗ってたんですけど、その頃ってこう多分分かると思うんですけど、ストバイかバイブスかみたいな時代だったじゃないですか。ストバイがすごい好きだったんですよ。あの雰囲気をここでやりたくって始めたんですけど、なんかあんまりこうお客さんをうまくキャッチできなくって、バイク乗ってないお客さんが普通の服を買ってくっていう流れが結構大きかったっていうか、そういう流れでだんだんバイク色もこう薄まってって、自分もこうバイクと服がリンクしなくなってきて、服は本当仕事は仕事、服の仕事っていう感じでやってたんですけど、でそれが 7,8 年ぐらい前かな、インスタでこうちょっとずつバイクのこととか載せてったら、本当にちょっとずつフォロワーさんが増えてきて、でインスタ見てきましたって言ってくれる方がちらほら出てきたんだなって、ありがたいなって思ってたら、気が付いたらこういうふうに、だから今やっとやりたい感じっていうか、好きなようにやっとやれるようになってきたかなって。20年かかったけど、で大島が入社してだいぶお仕事任せられるようになったんで、それも結構助かってるかな。
不満っていうと自分の体ぐらいじゃないですかね。なんかいやもう気持ち的にはまだまだ全然いけるんだけど、やっぱね45になって、僕40過ぎてからヘルニアになったんですよ。で今落ち着いてるんですけど、その時に大島のショベルに乗ってたんですね僕。今から何年前か45年でリジットでヘルニアになって、もうね乗れないと思ったんです。本当に痛くって。で1年間薬漬けになって、もうその時もう精神的にも本当に痛いんですよ。なったことあります？もうキックもできないから、左足で僕ずっとキックしてて、でそれで、もうリジットを一回諦めて、でショベルはショベルなんですけど、サス付きのショベルをサイラーでオーダーして、それを乗ってたんですよ。ヘルニアの痛みがなんかなくなってきた時に、やっぱりもう一回チョッパーに乗りたいな。で、なんかそれはボバーっぽかったんですけど、僕やっぱりチョッパーの方が好きだし、前のは前ので、よかったんだけど、やっぱりリジットにもう一回乗れるうちに乗っとこう、なんか変な話だけど、明治大正の平均寿命って知ってます？明治大正だと50、60ぐらいかですか？いや43、4ぐらいなんですよ。あ、それそっか。らしいんですよ。もう僕らそろそろお迎えに来る。これもう終わってる。で江戸時代だったらもうとっくに死んでる。でなんかヘルニアになった時にいろいろ考えて、なんか20代とかね30代の時にあんまりっていうか思ったこともなかったんだけど、どう考えても、人生のもう折り返しをそろそろ来てる頃かって思うと、今日が一番若いんだなって、あと残された人生の中で、だから今のうちにやっぱりやりたいように、乗りたいバイク乗って、僕ね全然ないんですよね。なんかやっぱ商売の才能がある人たちって、ね、いろいろ多角的にこう広げていくわけじゃないですか。全然ないんですよね。じゃあどっちかっていうと、はい、もう今は満足だし、今のまま続けていくみたいな感じなのか、もうそれすら別にもう毎日楽しければいいみたいな感じなのか。当然先は見据えてるんですけど、2店舗目出すとか違う業種を始めるとかよりも、一つのお店長く続けることの方がやっぱり難しいですよね。僕23歳で独立して、目標っていうか、最終ゴールを65歳で考えたんですよ。42年あるんですけど、フルマラソンだなと思って、で今は22年でやっと折り返しを過ぎて、こっからあと20年ぐらいまだまだ頑張らないといけない。もう全然誰でもウェルカムですよ。なんかバイク最近ね、すごい若いお客さんがバイクをこれから買いたいんですけどっていう、なんか相談に来てくれることも増えてきて、なんか僕こう服の話するよりやっぱりバイクの話する方が好きだから、なんかよく話をするんですけど、今みんな勢いがあって、20歳ぐらいの子でショベル300万とか出して結構買うんですよね。だからなるべくそういう子たちの面倒を見るっていうと
おこがましいけど、まあ、楽しく乗れるようにサポートしてあげられたらなって思ってます。I'm not off the juice, baby, but I walk in the room and I'm stumbling. Losing the news, baby, what a man gotta do to get up in it. Cruise down Melrose with the top down in the Aston. Tight like Velcro, we can talk about all of your passions and your fashion. We could fit a drink in a space on your passport. Driving to your place with the breeze on the dashboard. Straight to the jeweler from the bank, black boy. I can get you anything you need if you ask for it. Juice, baby, but I walk in the room and I'm stumbling. Losing the news, baby, what a man gotta do to get up in it. Cruise down Melrose with the top down in the Aston. Tight like Velcro, we can talk about all of your passions and your fashion. We could fit a drink in a space on your passport. Driving to your place with the breeze on the dashboard. Straight to the jeweler from the bank, black boy. I can get you anything you need if you ask for it.